どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。今日は朝活について話したいと思います。で、皆さん朝活って何か知ってますか？聞いたことがない人もいると思うので、まずは朝活とは何かについて説明したいと思います。朝活っていうのは、漢字を見たらわかると思うんですけど、朝の活動、朝にする活動のことですよね。はい、なので朝の時間を使って自分のために何かすることを朝活と言います。例えば朝の時間を使って読書、本を読んだり、運動したり、勉強したりとか、朝の時間を使って自分のために何かをするのが朝活です。結構日本人の中でもやっぱり日中、午後とか夜は忙しいので朝早く起きて、でその時間に例えばランニングしたりとか、英語とか語学の勉強をしたりとかしてる人は、よく見かけると思います。で、朝活のメリットについても話したいと思います。で、まず一つ目のメリットは、これ皆さんも多分想像つくと思いますけど、一日のスタートを気持ちよく切れますよね。やっぱり朝早く活動して、で頭が目覚めた状態で、仕事したり、学校に行ったり、他のいろんなことをすると結構効率よくできたりしますよね。やっぱり一日の始まりってすごい大事だと思うんですよ。皆さんも聞いたことあるかもしれませんけど、朝ごはんは一日の食事の中で一番大事って聞いたことありますか？やっぱり、ご飯もそうですけど、朝にする活動ってのも同じぐらい大事だと僕は思います。一日のスタート、朝早く切れたことによって、例えば昼とか夕方にペースダウンしても、トータルで見たら結構生産的な一日なんじゃないかなと思います。で、朝活、他にもメリットがあって、集中力がアップするんですよね。やっぱり疲れた状態、例えば仕事の後とか、疲れた時に勉強しようとか読書しようと思っても、あんまり集中できませんよね。なので、朝、頭が一番元気な状態にそういう活動をすることによって集中力が上がりますよね。で、それだけじゃなくて、やっぱり普段忙しい人って多いと思うんですよ。そういう人がどこで自分のための時間を取るかっていうと、やっぱり朝なんですよね。結局仕事が終わって家に帰って家事をしたり、晩ご飯を作ったりとか、例えば仕事の後飲み会に行ったりとか、友達に会ったりとか、なんだかんだ言って仕事の後とか平日の夕方って忙しいですよね。でも朝って誰でも大体時間がありますよね。もちろん朝ごはんを作ったりとか、仕事に行く、学校に行く、準備をしなきゃいけないとは思うんですけど、夕方と比べたら朝の方が余裕を持って朝活ができると思うんですよね。なので、それによって全体的な生活リズムも整うと思うんですよね。で、特に朝早く起きて朝日を浴びるのも大事ですよね。やっぱり現代人、最近の人は、仕事の時もずっとオフィスにいたりとか、学校の時もずっと教室の中にいたりして、あんまり太陽の光を浴びる機会がないんですよね。なので、朝ちょっと早く起きて、
太陽の光を浴びるっていうのも立派な朝活だと思います。で、例えば朝どんなことができるんですかって皆さん思いますよね。なのでちょっと例も紹介したいと思います。例えば僕が聞いた話だと、朝15分だけ読書をする。これによって心に余裕ができたっていう人がいたみたいなんですね。やっぱり読書、もちろんね、通勤時間の電車の中で読書したりとか、夜寝る前読書したりとかできると思うんですけど、朝の静かな状態で読書する方が多分集中して読めますよね。なので、もう朝活って言っても30分とか1時間とか長くやる必要はないと思うんですよ。でも、このちょっとの積み重ねが最終的に大きい結果をもたらすことになると思います。日本語では、塵も積もれば山となるという言葉があります。これどういうことかというと、朝活みたいに小さいことを続けていけば、最終的にはすごい大きくなるという意味です。なので、朝活頑張るぞと思って、やりたい気持ちはわかるんですけど、やっぱりね、スタートはね、小さい15分とか10分ぐらいの活動から始めてみるのがいいと思います。で、やっぱり僕結構朝、苦手なんですけど、皆さんも朝苦手な人いるんじゃないですかね。そういう人はやっぱり最初すごい大変だと思うんですよ。なかなか朝起きれなかったりするので大変だと思うんですけど、そこを頑張って1週間ぐらい続けたら、人間って不思議なもので体がどんどん慣れてくるんですね。どんどん大丈夫になってくるんですね。それが自分の普通になるんですね。なので、朝苦手だよっていう人も、1週間、最低1週間は頑張って続けてみてください。で、僕がやってる朝活についても話したいんですけど、僕は朝、ジムに行くようにしてます。で、もちろん、毎日ね、朝ジムに行くのはすごく大変なので、それだと僕は続かないと思うんですよ。なので、僕は自分のできるペースで、1週間に2回か3回ぐらい朝ジムに行くようにしてます。で、ジムに行って筋トレするときもだいたい1時間弱ぐらいですね。45分から1時間ぐらい筋トレして、で、その後仕事に行くようにしてます。なので、実際どのぐらい早く起きなきゃいけないかっていうと、1時間ちょっとぐらいいつもより早く起きるんですけど、その1時間ちょっと早く起きて朝活をするだけで、やっぱり目が覚めるし、体もなんか調子がいいし、なんか逆に早く起きたのに、逆にそっちの方が眠くない感じがします。朝起きれなくて、例えばベッドの中でスマホをこういじったりとか、ベッドの中で二度寝したりとかした日の方が一日中眠いような気がします。なので、パッと起きて、パッと朝活をやって、で、仕事に行ったり、学校に行ったりすると、すごいその日の効率が良くなると思います。で、もうちょっとね、朝活のコツについても話したいんですけど、さっきもちょっと言いましたけど、いきなり始めようとするとすごく難しいと思うんですよ。なので、例えば朝活明日からやるぞっていう時でも、いきなり1時間早く起きるとか、2時間早く起きるとか、そういうやり方はあんまり良くないんじゃないかなと思います。なので、最初は本当にいつもより15分早く起きるとか、20分早く起きるとか、そのぐらいからスタートすると長く続けられるんじゃないかなと思います。で、やっぱりさっきもちょっと話しましたけど、一番大事なのは続けることですよね。例えば1時間毎日早く起きます。でもそれが辛くなって結局1ヶ月ぐらいでやめちゃいましたってなったらあんまり意味がないですよね。
それより毎日20分早く起きるのを1年間続けた方が結局塵も積もれば山となる。で、そっちの方が効果が大きくなりますよね。なので、やりたい、頑張りたい気持ちがあるのはわかるんですけど、いきなりね、たくさんやろうとしないで、ちょっとずつ始めるのがいいんじゃないかなと思います。で、最後にね、やっぱり朝活こんだけ進めといて、あれなんですけど、すごい朝活続けるの難しいと思うんですよ。やっぱり、特にね、冬とかね、日が昇るのも、遅いし、それから寒いし、なかなか起きられないと思うんですよ。でも、時々そういう日があってもいいと思います。なので、全部 100% 完璧にしようとするんじゃなくて、自分に合った朝活を続けることが大事だと思います。例えば、朝にランニングをしようとしたけど、なかなか続かないっていう時があると思うんですよ。例えば冬とか寒くてランニングが行くのがめんどくさいなって思う日もあると思います。だからそういう時はちょっと変えて、冬は朝活は読書にするとか、朝活は例えばヨガをするとか、勉強するっていう風にちょっと切り替えながら自分に合った朝活をするのが一番大事なんじゃないかなと思います。はい。ということで今日は朝活について話してみました。皆さんは何か朝活してますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。